はいどうもこんにちは。今日はですね、国内メーカー3社のフラッグシップ比較していきたいと思います。で、今回はね、せっかくフラッグシップを比較するということですので、空力性能とかベンチレーション、また静粛性などの基本性の部分のね、解説かなり多めに話します。で、理屈っぽい話とか小難しい話かなり多くなりますんで、購入の参考になればいいっていう人はね、性能比較表だけでも見ていってください。それでは早速いきましょう。今回比較するのはですね、翔英さんから X14、新井さんから RX7X、OGK さんから RT33 ですね。今回比較した項目はこちら。大きさ、重量、空力、静粛性、涼しさ、内装、価格の7項目。表の結果は車両や環境によって変わりますので、あくまで参考までに見ていただきたいと思います。で、今回ね、かなり長いので、気になる項目があればね、そこから飛ばしてそこから見ていただいて結構ですので、よろしくお願いします。今回比較しているのは M サイズですんで、こちらを見てください。それぞれの種類の左右の幅、前後の長さと、あと高さを比較してます。これ全部ミリ単位の表記ですね。で、赤い数字はその項目の最も小さい数字と最も大きい数字の差を表してますね。例えば左右の幅であれば、最も数字が小さいのは X14 の 259mm、最も数字が大きいのはRX7XFIM の 270mm、その差が 11mm ですよということですね。そして一番右端にある数字が各寸法の合計ですね。その合計が小さい順に1位から4位までのランク付けをしています。どのサイズにおいてもですね、最も小さいのは RX7 なんですけど、それ以外はね、サイズによって順位が全然違うんですよね。RX7 はね、全てのサイズにおいて前後の長さが最も小さいのに対して、他のモデルっていうのはね、大差ないんですよ。ですんで、丸い形状で後頭部のディフューザーがないっていう分、合計寸法も小さくなってますね。数字通りに膨体が大きく見えるっていうわけではなくて、むしろ形状的にはぼってりとしてる分 RX7 の方が大きく見えるっていうこともね、全然ありえますんでね。重量についてはこちらを見てください。RT33 が最も軽くて、続いて RX7、最も重いのが X14 という順番になっています。RT33 はですね、どのサイズで比較してみてもほぼ 100g 以上軽いという圧倒的な結果ですね。最も差が大きいのは XL サイズ。RT と X14 の差は 215g にもなりますね。ちなみに RT の膨体は SM サイズで共通、LXL サイズで共通ですので、平均重量値は同じとなってますね。RX7 の膨体は ML サイズで共通ということになっています。括弧内の赤い数字は RT の重量を1とした時の各サイズの重量比を表しています。はい、空力特性が最も優れているのはこちらの X14 ですね。空気抵抗が最も少ないと言われる形状に非常に近い形をしてますよね。丸い球体っていうのは前方から風を受けることで前側にね、この圧力を受けるわけなんですけども、つまりね、膨体の前面っていうのは圧力が高くなるわけなんですね。で、この風が膨体を沿って後ろまで回り込んでですね、で、一番後頭部の末端までね、回り込んでくれば風同士がまたぶつかって、その部分も圧力が高くなってくるんで、前後で圧力同士が釣り合うんですよね。もしそうなれば非常にバランスが取れるわけなんですけれども、しかしね、実際にはそうはならないわけですね。前面からの風っていうのは後方に向かうにつれ途中で剥がれてしまうんですよ。結果後頭部っていうのは空気の圧力が低くなりまして、そしてさらに剥がれた風っていうのは乱れた空気になるので渦になっちゃうんですよね。さらにその渦が膨体をこう振動させたりしてさらに不安定になると。つまり膨体を安定させるためにはですね、周囲の空気をなるべく剥がれないようにするっていうことが非常に大切なんですよね。じゃあこれどうすれば空気の剥離を防げるのかっていうとですね、このね、膨体の形状をこのような魚のような流線形の形状にしてしまうことなんですよ。この形はですね、車に詳しい人とか知ってると思うんですけど、この流体力学的にもね、最も空気抵抗が少ない形として知られてまして、で、飛行機の翼の断面とかソラカーなんかにも採用されてる形なんですよね。実際今使用されてるのでめちゃくちゃ分かりやすいなと思うのがシャークのレース R プロなんかは非常に分かりやすいですよね。このモデルに後ろにめっちゃでかいスポイラーがついてるのご存知ですかね。ちょっと写真で見るとこういうのがあるんですけど、これなんかはもうもろ流線形の形状してますよね。どんどんね、最近のヘルメットってこの形に近づいていってるんですよ。で、今回紹介するこの X14 もね、上から見たらもう本当に丸っきしそういう形をしてますんでね、形状的にも非常に空力的には有利だなという形なんですよね。
X14 の特徴としてシールドにボーテックスジェネレーターって設けてるんですよ。このシールドについてはこの突起物のことなんですよね。これはね何をやってるかっていうと、これボーター周辺の風をこの突起物で乱すんですよ。あえて乱すことで空気の流速をね上げるんです。で空気のこの流速を上げるとどうなるかっていうと、剥離しにくくなるんですって。でそもそもなんですけど、その空気が剥離する理由っていうのが、その膨体付近の空気の流速が遅いからなんですよね。ですのでボーテックスジェネレーターで空気を乱して流速を上げて剥離しにくくするということで、より安定感を増すという効果があるんですよね。これね3D グラフィックスでどんな動きをするかっていうのをちょっと見たことがあるんですけど、ボーテックスジェネレーターの軸を中心にね渦を巻くんですって。これトヨタ車にもこれ、ね、ついてるんですよ。エアロースタビライジングフィンとかっていう名前で。これに当たった風っていうのは約 1.2 倍にスピードが上がるんだそうです。車とかね航空機の羽にもついてますね。でねこのボーテックスジェネレーターって流速が最も高くなる場所に持ってくるっていうのが一番効果的らしくて、じゃあこの流速が最も高くなる場所ってどこかっていうと、この物体の直径が最も広いところなんらしいんですよ。シールドの両端部分がねこのヘルメットの膨体直径が一番大きいところですんで、まさに非常に理想的な場所についてるのかなというふうに思いますよね。これゴルフボールも同じような理屈でして、ゴルフボールの形状がね表面がデコボコしてるっていうのも、あれ表面のね空気を乱すことでより流速を上げてね飛距離を伸ばしてるらしいですね。でまたこの形とボーテックスジェネレーターだけじゃなくってね、この顎周り、この特徴的なラインなんかもね、この左右を向くときにこの風の影響をいなしてくれるという効果があるらしいですね。この形はねこの AGV のピスタ GPRR とか、そういったヘルメットにも同じ溝が入ってますね。あと他にもね顎下の風を防ぐこのロアスポイラーですね、またチンカバー、こういったものをつけることで、空力性能もより上げることができると。正直ねここまで作り込んでしまうと、この次の X15 どうすんかなと思いますけどね。これ個人的にはね車で最近採用されている帯電防止用のアルミテープ、あれがねヘルメットでも効果あるか試してみてほしいですよね。RT もねさっきの例に倣うとですね、空力的には当然優れてはいるんですけれども、60キロぐらいの一般的なスピードだと最も頭振られやすいです。まず OGK さんが特許で出しているほとんどのヘルメットについているこのウェイクスタビライザー、これについてはちょっと話をしたいんですけれども、そもそもウェイクスタビライザーとは何ぞやということでね、ちょっと特許の方からね説明文取ってきました。こちら、膨体の後流部の側面位置から後ろ面にかけて扁平状態のまま、ここ平らな状態のままってことですね。扁平状態のままヘルメットの背後に収まる角度で演出されたサイド整流面と、このサイド整流面の後ろ縁で垂直方向に伸びる縦エッジ、これですね、この縦のエッジの部分を生じさせた剥離部と有した構造になっているということらしいんですよね。じゃあこれがねどういう効果をもたらすのかということなんですけど、これもね特許の文章からですけども、ヘルメットの左右両側を通過する風空気流はサイド整流面に沿ってヘルメットから速やかに離れた後方位置まで導かれ、このサイド整流面の後ろ縁として設けられた風剥離部から円滑に剥離するようになると。そのためヘルメット後部でカルマン渦や乱流状態としての渦が発生が抑えられ、結果としてヘルメット後部での不圧発生が抑制されることとなると。ちょっと非常に長くて難しい文章なんですけども、何を言ってるかというとですね、やっぱりねサイドのこの整流面、この部分にやっぱり長く風をくっつけておいて、それでなるべく後ろ後方まで空気を剥離させないっていうことが狙いですね。でそしてさらにこの縦に入ってるエッジの部分はその風の剥離を円滑にするということを狙ったものであるということなんですよね。ただね私がかぶった感じだと60キロぐらいでは結構低速域でブレ感じやすいので、何の違いがそんなにブレさせるのかなというふうに X14 と比べた時にですね、一番違うのは流線形の収束角が結構急なんですよね。ですので X14 の方がもっと余裕を持って後部に伸びているという印象があるんですよね。この整流面も少し短くなってます。明らかにここの側面はね X14 の方が長くなってますんで、そういった部分でやっぱり X14 の方が安定しやすいのかなというふうに思いますね。また RT の特徴は膨体の前からね後方に向かって突起が続いてるんですよね。これもねおそらくボーテックスジェネレーターと同じような効果を狙ってるものなんだと思いますね。
低速域だとね、3つの中では一番ちょっといまいちかなっていう感じなんですけど、高速域になるともう全然負けてないですね。でこれもちょっと余談なんですけれども、この後頭部流線形のこの末端のお尻の部分をバツッとこう切り落としたような形をしてると思うんですけど、この形ってね、完全な流線形に比べてそんなに空力的な影響の違いってないんだそうです。でこういった形状は最近の車のリア部分でもね結構見られる形でして、車の業界ではねこれコーダトロンカっていう言い方するらしいですね。RX7 はねやっぱりもう新井さんらしくてね、非常にまん丸い形状をしてはいるのでね、やっぱりこうさっきの話で言うとちょっと空力的には不利なんじゃないかなというふうに思うんですが、しかしね60キロぐらいの低速域ぐらいの話であれば RT よりもね安定してるんですよ。 RT はね結構ブルブルっと細かくこう振動することがあるのに対して、新井さんはね単純にもうこうドラッグが強いっていう、普通にもう押される感じが強いっていうような感じの差なんですよね。そういった意味ではね、膨体前後の圧力差によるその抵抗っていうのはあっても、周囲の乱流の発生の仕方が違うんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。でこれまあ丸いとは言いますけども、実際はねこれやや前後方向に丸いちょっと楕円形の形をしてるんですよ。でその安全性を優先して丸い形だからって言って何にも空力的にやってないのかって言ったらそんなことなくって、この上の大型のディフューザーですね、こういった部分がやっぱり後頭部まで伸びて、でこの後ろのこの羽、こういった羽もつけることでまっすぐ上部の風を整流する効果があるわけなんですね。あとまたここのサイドエキゾーストダクトっていうんですけど、この側面についてるこのダクト、実はなるべくねこの側面の平滑面を保つようについてるんですよ。またこの同梱されてる ES チンカバー、これもですねカバーの中に成型品を組み込んでまして、ある程度この角が丸くなるような形状に作られているんですよね。丸みを帯びた立体的なフォルムっていうのはこの下側っていうのはねあんまり作りにくいんですけども、新井さんはこれをつけることで下側に丸みをつけていってるんですよね。膨体全体としてはね周囲の乱流とか渦の影響っていうのはちょっと少ないなというふうに感じるんですが、単純にねドラッグの影響っていうのが押される感じっていうのは普通にあるので、オプションインのレーシングスポイラーを装着すれば他と同様の空力性能が得られるということになってますね。はい、100キロで走行中です。100キロで走行中です。膨体が発生させる風切量の静粛性っていうのはこの X14 が一番優れてますね。で膨体に発生する騒音の種類っていうのはいろいろあるんですけれども、最も影響するのがやっぱり空気の乱れとか渦の影響なんですよね。でそれらをねいかに抑えるかっていうことは、つまり膨体の空力性能をいかに高めるかっていうことですので、空力性能が高いイコール静粛性も高いということでね、ある程度直結すると僕は思ってますね。でまた単純にね気密性とか膨大の遮音性なんかも普通に高いので、かぶっててもね普通に中に音がこもってるっていうような感じもありますしね。でこのサイドについてるさっきちょっと話したボーテックスジェネレーターなんですけど、これね空力性能だけじゃなくて静粛性にも一役買ってますね。この静粛性の違いっていうのはこの X14 の特設サイトで音の違いを聞くことができるんですよ。興味ある方はねちょっと見に行ってみてください。ただしねここまではその膨体が発生する音の種類においては静かだという意味であって、 X14 はねちょっと首とか肩周りから発生する巻き込み風の音がね非常に大きいんですよね。でねまずこちらの音を聞いていただきたいんですけど、はい、100キロで走行中です。この音すべて首とか肩周りの音なんですよ。なのでこの肩をすぼめてしまえばこの音全部止むんですけどね。直立姿勢とか前傾姿勢両方試したんですけど、首肩周りの音が非常に発生しやすくて、この音をね含めるんだったら X14 がもしかしたら一番音が大きいかもしれないですね。膨体自体はねめちゃくちゃ静かなんですよ。RX7 もね全体的には気密性とか遮音性も結構高いんですよね。で膨体周辺の乱流も発生しにくいような印象がありますし、またこの下部の ES チンカバ
これをね装着するだけでね静粛性も断然変わってきますね。ネックパッドもこれもそうですね。これも同じように下側にはみ出すことで下側の流線形を形作ることができるんですよね。でテストするときはね最初やっぱりこの大型のディフューザーがついてるんで結構この辺りが音が鳴ってうるさいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、直進している限りはねこのパーツの影響っては非常に少なかったですね。またいろんな姿勢でも試してみたんですけど、首とか肩周りの音の騒音っていうのは一番少なかったんで、その影響まで考慮するというのであれば RX7 が一番静かかもしれないですね。高速域では非常に空力に優れた形をしてるんですけど、低速域で発生する膨体周辺の音っていうのはそこそこありまして、膨体の遮音性もね低いということも相まって、また気密性もちょっといまいちなんですよね。そういったところも相まってね、音の聞こえ方っていうのは最も大きいです。高速域でこそ、もちろんヘルメットが安定してね、膨体の空力も本領発揮というところではあるんですけれども、やっぱり気密性と遮音性がネックでね、ちょっと音は感じやすいという印象ですよね。で、静粛性を決める要因っていうのはその膨体自体の性能という面もあるんですけど、最も大きく聞こえる音っていうのは肩とか首周りで発生する音なんですよね。でこれっていうのはそのヘルメット自体がどうこうっていうよりも、その前傾姿勢の具合だとかカウルの具合だとか、また着ている服とかね、あと体格なんかにも影響するので、一概にこのヘルメットだから音がうるさいとかっていうものではないんですよ。ですので結構こうやって首をすぼめてみると一気に音が止むっていうことは全然あるようなことで、これを防ぐためにはね、今から寒くなるんでね、このネックウォーマーなんかを併用するっていうことで、ね、音が小さくなったりもします。照英さんのネオテック2なんかもまさにねそういったところを意識したチークパッドが採用されてまして、チークパッドのこの厚みだけではなくてチンストラップのこの部分にも生地を巻いて気密性を高めようと試みが見られますよね。最も涼しいのはこの RT33 ですね。この RT っていうのはこの額にインテークはないんですけど、前頭部のインテークからの風の流入量っていうのは結構多いですね。風量の具合でいうと J-Force4 に近いですね。でまた風が入るエリアっていうのもこの横方向に広いですので、後頭部までね広い範囲で風が流れていっているという印象ですね。で後頭部のディフューザーの下からはね十分な風圧が発生してるんですが、さらにこの上のスライドスイッチを開けることでもさらに効果は高まりますね。でね、そしてもう何よりね冷却範囲が広い、非常に広い。頭のね頭部も当然広いんですけど、耳の周辺まで涼しいんですよ。こちらの X14 は照英さんらしく制圧がガツンと効くタイプですよね。こちらのインテークも額と頭頂部こちら2箇所あって、ピンポイント感も非常に強いですね。で前作の X12 と比較しても風圧も当然強くなってますんで、ベンチレーションを締めていても後頭部がねひんやりするっていうような感じはありますね。じゃあこれ RT と比べて何が負けてるのかと、理由は3つあって、このインテークのねピンポイント感が強すぎるというところと、冷却範囲の狭さ、あと風圧とのバランスですね。でこの制圧がこのピンポイントすぎるっていうのは、実際内側のインテークホールの距離を見てもね RT の方が間隔が広いんですよ。で入ってくる風量が同じなんだったら範囲を広げた方が涼しく感じやすいですね。また冷却範囲については内装が関係してると思っていて、 X14 の方がその内装がね頭部に触れてる面積っていうのが非常に多いんですよ。裏を返せば RT の内装に隙間が多いということなんですけど、また風圧とのバランスについてはね、照英さんが制圧中心ということもあって、ベンチレーション全開で走ってる時にはもうねまず風圧っていうのは感じにくいですね。この点はね RT の方がバランスがいいなという印象がありますね。あとこちらのチークベントシステム、チークがガンガンに冷えるとかいうここまでの効果はないんですけど、チークパッドの熱温度の上昇をね防ぐ程度の効果はありますね。はい、最後に RX7 ですね。インテークの風量自体はね他のヘルメットに比べると正直控えめですね。インテークのね穴の位置を見てもらうとね分かるんですけど、他のヘルメットに比べてちょっとね上方向についてるんですよ。あまり額に近いところには穴がないんです。新井さんはねこれ安全上の考え方で額部分には穴を開けないようにしてるんですよ。また額部分の膨体っていうのは少し厚くしてます。実際の事故ではヘルメットの額部分にダメージを受けることが非常に多くて、確率としてはね顎の次ぐらいに多いんですよね。ですのでね安全を考えてここには額には開けないというのが新井さんの考え方なんですよね。ただその代わりね頭部に大型のディフューザーがついてまして、これを設けることでベンチレーションの効率を上げてます。このディフューザーはね空気を筒状のこの狭い筒ですね、この筒状の中に通すことで空気の流速を上げてるんだと思うんですよね。一般
般的にその流体っていうのは通路が狭まると速度が上がるんです。で速度が上がるとどうなるかっていうと圧力が下がるんですよね。で圧力が下がることでこの中の空気がそれに引っ張られるんですよね。でその引っ張られることでその中の熱気が抜けて後頭部から排出されるという仕組みだと思うんですね。で当然ここの後頭部に発生する風圧もこの中の筒の空気をスポッとこう抜いていく働きがあるんですよね。分かりやすい例を出すとね、駅のホームに電車が速いスピードで入ってきたらちょっと体が吸い寄せられますよね。あれなんですよ。ただね制圧が弱いからといってベンチレーションが弱く感じるっていう人もいるんですけど、口元のインテークとかねこのおなじみのブローシャッター、こういったところもね併用して使えばね波のヘルメットと比べたら断然涼しいですんでね。また嵐さんだけの特徴としてね、このシールドの両サイドにねエアチャンネルっていうのを最近設けてあるんですよね。これはね顔面周辺の呼吸をねサイドのエグゾーストダクトから抜く効果があってシールドの曇りを防ぐことができるんですよね。続いての内装についてはフィット感のね調整幅について評価をしたいと思います。レーシングモデルなんでねやっぱりフィット感で非常に大事なんですよ。でそういった意味でね最も優れているのは X14 ですね。なんといってもね内装のパーツ点数が非常に多いっていうのが特徴なんですよね。このセンターパッド見てもらうと分かるんですけど、前頭部とか側頭部、また後頭部、また首元のパーツなんかもそうなんですけど、合計6箇所にもね及ぶパーツで組み合わさってるんですよね。でこのパーツ全部がね厚みを変えれるんですよ。で膨体サイズごとにパーツの種類が違ってますんで非常にね細かく内装を調整することができます。チークパッドもね標準の 35mm から薄い 31mm、 厚めの 39mm とこの3つを選べるようになってます。やっぱりねパーツ点数が非常に多くてめちゃくちゃ複雑なんで、これはねちょっと気をつけていただきたいと思います。ただチークパッドはね全部共通ですんで全ての膨体サイズで取り付けできるみたいですね。また X14 だけの内装の特徴としてかぶり角度を調整できるっていう特徴があるんですよね。通常前傾姿勢だと頭が下がるんで上方向の視界って狭くなるんですけど、これを解消するために内装のかぶり角度を変えてヘルメットをねちょっと上向きに向けることができるんですよね。これで視界がね少し開けるというような機能がついてますね。続いてアライサーの内装についてなんですけど、内装のパーツ点数自体はね X14 ほど多くないんですよ。中でもねセンターパッドがねちょっとバリエーションが少ないんですよ。例えばね M サイズなんかだと標準で M のね 10mm っていうのがついてるんですが、これだとね7mm っていう薄くする方向の内装はあるんですけど厚くするのはねないんですよね。でその下にあるシステムパッド、これチークパッドのことなんですけど、これはねどの厚みでも全部のサイズに取り付け可能となってます。アライサーの内装の特徴としてですね、チークパッドとセンターパッドのサイドの厚みを薄くすることができます。側頭部で片側 4mm でチークパッドの方も片側 5mm、なんで横幅は約1センチずつ広がるという風にね思ってもらったらいいと思います。最後に RT なんですけど、内装のバリエーションとしてはね最も少ないかなっていう感じです。チークパッドとかセンターパッドの厚みは変更できるんですが M 膨体と L 膨体での内装の互換性がないんですよ。なので例えば今回使用している M サイズの内装の表を見てみるとインナーパッドの厚みは 9mm なんですよ。こっちの左方向の 15mm、19mm とかいう方向のものはつくんですが、ビッグサイズの 6mm っていうのが一番右にあるんですけど、これ M 膨体につけようと思ったらつかないんですよ。ただね頭の形状による横広とか縦長とかっていうバリエーションには対応してるみたいですね。はい、価格については RT が税別の36,000円から43,000円、単色は3色、レプリカを含むグラフィックは9種類となっています。カーボンモデルは単色のみで税別6万円となってますね。 RX7X は税別の54,000円から61,000円、単色が5色、レプリカを含むグラフィックは11種類となっています。 X14 は税別の6万円から76,000円、単色は5色、現行品のグラフィックは11種類ですね。はい、それでは最後にもう一度性能比較表を見ていただきましょう。こちら表の結果はあくまで一般公道での個人的なテスト結果ですので参考までに見ていただきたいと思います。
はい、ということで今回それぞれのね優劣をつけたんですが、あくまでねフラッグシップの中での優劣ということですんでね、今回はねどれを選んでも全ての性能においてその辺の波のヘルメットを全て上回ってますんで、自分がね重視する性能を優先して選んでいただくといいと思います。あとね、膨大のスネル規格を取得しているのはこの RX7 の RA3 のヘルメットだけですんでね、スネル規格が欲しい人はこの RX7 一択ですね。はい、ということで本日はここまででした。この長い動画にね最後までお付き合いいただきましたので、本当にね最後まで見ていただいた方ありがとうございます。